はい、どうもどうも。今回はね、めっちゃ YouTube っぽいことをします。なんとね、初の開封レビューです。いつかやりたいなとは思ってたんですけど、今回ね、初めて挑戦してみます。それではね、早速始めましょう。今回のレビュー対象は、セイコーとチクタックのね、コラボモデル、SZSB006 っていうモデルです。で、チックタックはね、全国展開している腕時計の専門店ですね。で、ウェブサイトでもね、腕時計のセレクトショップっていう風に自称していて、そっちの方がね、イメージに近いかもしれないです。で、チクタックは1984年に、1店舗目が作られました。で、今から36年前の話ですね。それで、昨年2019年に35周年を迎えました。で、それで、セイコーとコラボして作ったのが、この SZSB006 です。で、発売はね、2019年だったんですけど、人気で完売になって、つい最近ね、2020年3月になってから再販されました。で、外箱、こんな感じです。で、ちょっと開けてみましょう。はい。内箱にもね、外箱にも、セイコーとチックタックの文字が入ってます。で、開けてみます。お、こんな感じで、ちょっと真ん中に直してと。はい。すごくね、雰囲気がある時計なんですよ。で、雰囲気があるって言ってもね、近寄りがたい雰囲気ではもちろんなくて、親しみのあるね、モデルになってます。こういう感じです。で、この SZSB006 はね、まず第一印象がね、絶妙ですよね。うん。で、もっと近づけてこう見ていただくとわかると思うんですけど、うん。12と6のね、アラビア数字は夜光がね、貼られてます。で、アワーマークもそうなんですけれども、焼けたようなクリーム色、そういう色ですね。で、それから、えーアラビア数字のね、書体も丸みがあって、レトロなね、書体が使われています。特に6については、くるっと丸まったところ、そこのね、線が閉じてなくて開いてるわけですよね。色味と合わせて、どこかね、愛らしさを感じさせる。まあ、そんなね、デザインです。で、そう言うと、まあ、単なるね、ヴィンテージ調の腕時計っていう風に言ってるように聞こえるんですが、それだけではね、ないんです。で、メモリ部分ですね。そこが白でとても強調されてます。機能性だけで言えばね、ここまで強調する必要っていうのはないんですけど、この細かなメモリがあることで、スポーティーなね、印象を与えてます。言うならば、古いスポーツモデルにインスパイアされた、まあ、現代デザインっていうような感じです。で、次はね、自分針、あとそれから秒針ですね。で、自針は、時間を示す針はコブラ針と呼ばれるタイプです。で、言い方はね、いろいろあって、日本では他にベンツ針とかメルセデス針って言われたりもしますし、海外ではね、カテドラルとかスケルトンとか、まあそういった表現もされます。で、いろんなモデルで使われてるんですけれど、フィールドウォッチのイメージがね、すごく強い、まあ、針のデザインじゃないかなと思います。で、文字盤と合わせてみるとね、こういうスポーティーな雰囲気が、さらに強調されています。で、ちなみに、どこかでね、この、自噴紙見たことあるなって思った方、鋭いですね。正解です。セイコーの先代のアルピニスト、SARB017 というモデルで使われた針のセットです。で、後でね、実際に比較してみたいと思います。次はケースについてです。ベゼルはね、こういう感じでポリッシュ、鏡面仕上げになってます。で、ケースの表面、ラグの部分とか見ていただいたらわかるんですが、ヘアライン仕上げですね。うん、で、側面は、またポリッシュになっているという、そういう形のケースですね。
で、シンプルで癖がない感じで、以前のね、メカニカルのケースと、比較してもね、同じような雰囲気のデザインじゃないかなと思います。で、私がね、ちょっと思ったのがね、横からのこういう形で見ていただくとわかるんですけど、角度的にこんな感じですかね。うん。で、ややね、風貌が丸くなっていて、ややなのでね、触ったりしてようやくわかるぐらいの感じかもしれないですけど、で、ベゼルとラグのラインですよね。ベゼルからラグにかけてのこう斜めに入ってるライン、こういうラインですね。それが以前のメカニカルのモデルよりも綺麗になってて、そこがね、いいんじゃないかなと、個人的には思ってます。で、それから、この下のラグの穴が貫通してますよね。うん、で、セイコーのダイバーとかはね、全部貫通してるんですけど、日常仕様が中心のモデルで、ケースでね、このラグ穴が貫通してるっていうのはちょっと珍しいですね。で、クラシカルなね、雰囲気の時計なので、そこを強調するっていう意味もあったと思いますし、あと、若い人向けのね、ベルトが交換しやすくする、配慮なのかなと、個人的には思いました。でちなみに、この SZSB の、ケースですね。このケースは、この SZSB っていうシリーズでね、共通して使われている、ケースです。で、SZSB ってなんだってね、思った方もいると思います。セイコーが結構好きな人でも、SZSB ってあんまり聞き覚えのない言葉だと思うんです。で、以前のね、メカニカルは SARB っていう型番で、シリーズで展開されていて、その後継が SZSB なんですよ。で、先月、2020年2月に、この SZSB ラインでメカニカルっていう名前が復活してます。しかもね、ネット流通専用のモデルが発表されていて、で、今後どうなるかはちょっとわかんないんですけど、おそらくね、種類を今後増やしていくんじゃないかなと思います。さて、この SZSB のデザインを見て、腕時計にね、詳しい方はいろいろと似たモデルをね、思いつくと思うんですが、その中からね、2つ紹介したいと思います。1つ目は、ロレックスのエクスプローラーのリファレンス1016というモデルです。エクスプローラーは現行でもね、出てるんですけど、1016はその前の前の前のね、古いモデルなんです。で、その間、マイナーチェンジとかメジャーアップデートっていうのはあったんですけど、大まかに言えばね、先々先代のモデルに当たります。で、1016は時代を遡ること1963年に発売されて、1989年まで製造されました。すごくね、息の長いシリーズなんです。で、それで画像の1016を見てください。もちろんね、そっくりっていうわけではないんですけど、腕時計の持つ全体の雰囲気はね、似てるんじゃないかなと思います。SZSB006 のね、デザインを決めるときに参照されたモデルの一つじゃないかなと思います。で、それからね、二つ目は、オメガのレールマスターです。オリジナルは1957年に誕生して、1963年までの7年間しかね、製造されてませんでした。それが2017年に復刻されて、2018年からはね、C マスターシリーズの一つとしてラインナップの、一部に、ね、なってます。画像は復刻版のレールマスターです。山形のアワーマークにね、アローバリなので SZSB006 と大きなね、違いがあります。ただ、一方でね、アワーマークの夜光の色味っていうのと、白いメモリ線、さらにね、アラビア数字が用いられているところなんかはね、共通点ですね。で、このレールマスターもね、SZSB006 でデザインを参照されたモデルの一つだとね、思われます。で、SZSB006 の価格帯は、ロレックスのエクスプローラーとか、オメガのレールマスターと、全然違うわけなんですけど、デザインはね、同じ系統ですよね。うん。で、こういうクラシカルでスポーティーなモデルの成功版っていうふうにね、
言えると思います。次に、セイコーの出していた以前のメカニカルと比較したいと思います。比較対象は2つで、1つは SARB017 アルピニスト。こちらですね。そしてもう1つが SARB033。このモデルです。ともにカタログ落ちしてまして、その後でもね、一部で売られてたんですけど、新型のアルピニストと、新型のメカニカルが出て、さすがにね、もう作られなくなっていると思います。で、今でもね、手には入るんですけど、プレミア価格以外でね、買おうとするとなかなか難しいかもしれないですね。で、文字盤とかね、ケースがそれぞれ違うので、一概に良し悪しはね、語れないんですけれども、SZSB006 のね、レビューなので、このいいところをね、SZSB のいいところを見ていきたいと思います。まず、横からのシルエットですね。ちょっと全部横にしていきましょう。こういう感じですかね。はい。でこういうふうにこう並べてみるとですね、それぞれ、これが SZSB006 です。こんな感じです。先ほど言ったように、ラグから、ベゼルからラグにかけてのね、ラインが綺麗だと言いました。で、元々のメカニカルのケースはどんな感じだったかというと、これが、なんですかね、アルピニストのデザインです。で、さらに、メカニカルがこんな感じです。別にね、その後の2つが悪いっていう、つもりはないんですけど、ベゼルからラグにかけてのラインは SZSB006 がね、一番いいように思います。ただ、ベルトはね、少し薄めになってます。そしてさらにデザインもね、直線的です。ベルトこんな感じですね。で、対して SARB の、ベルトはこんな感じです。革ベルトタイプとステンレスベルトのタイプの、価格差っていうのが、この SZSB は、ほとんどなかったので、数千円ぐらい、プレスの方が高かったんですかね。なので、ちょっとこの部分はね、あんまり、力を入れてないのかなと思います。で、次はね、夜光の光り方です。暗い場所で夜光が光ってるね、画像をちょっと出してみたいと思います。で、こう見ると、SZSB006 のね、アラビア数字の良さが目立ちます。右端の SARB033 は、秒針に夜光はないですし、最低限のね、夜光って感じがしますね。で、左の2つは、より暗いところで目立つようになっていて、こう見るとね、コブラ針がドーンとあってね、いい雰囲気になってます。で、アルピニストにはアラビア数字が使われてるんですけど、夜光は、貼られてません。で、割とね、シンプルな見た目ですね。夜光だけで見ると。で、一方、SZSB006 はアラビア数字が目立っていて、夜光で見るとね、一番視認性が良くて力強い印象を受けます。で、暗い場所で人にね、腕時計を見せるシチュエーションっていうのはなかなかないんですけど、こういう部分はね、所有者の密かな楽しみになって、愛着が湧く要素かなと思います。SZSB のレビューはここまでです。最後にね、セイコーのオリジナルウォッチのね、製造サービスについて紹介しておきたいと思います。はっきりね、いつからあったウェブサイトなのか私も知らないんですけど、今画像で出してるね、サイトをセイコーは運営してます。で、これを見ると SZSB006 のベースになったのはね、この中では SD1A だと思います。で、これをチクタク、チクタクがオリジナルのデザインにして、販売したと。それがこの SZSB006 だと思われます。で、いろんな企業が
セイコーとのね、コラボレーションウォッチを出してるんですけど、例えばいろんなセレクトショップとかですね、限定モデルで出してるんですけど、このウェブサイトを見るとね、そうしたコラボレーションモデルのね、裏事情がちょっと分かったりして、興味がある方はね、また見てみてください。で、セイコーのね、コラボレーションウォッチ、最低でもね、300本からなので、個人ではね、ちょっと作るの難しいんですけど、めっちゃお金がある人とかね、あと、それから記念品を会社で検討している方にとってはね、なかなか面白いサービスじゃないかなと思います。はい、今回の動画はね、ここで終わりです。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。